私が生まれ変わったのは、姉のティルダ・ライトと二人で夫を選ばなければならなかったあの日だった。その時、私は人の心の声が聞こえることに気づいた。ティルダの声が聞こえた。今度こそ一番いい夫を先に手に入れるんだ。そして彼女はさっと駆け寄り、私が前世で結婚した優しい男性を奪い取った。私は彼女を毎日殴りつけていた虐待的な男と一緒になる羽目になった。私は内心で笑った。彼女は本当に私が前世で結婚したあの男が完璧な紳士だと思っているのだろうか？第一章。私が生まれ変わったのは、ティルダ・ライトと私が夫を選ばなければならなかったまさにその日だった。夕食のテーブルを挟んで、年齢の近い二人の男性が座っていた。一人はマイク・ピアソン、冷たくてよそよそしい兄。もう一人はフィル・ピアソン、弟だが、婚外子として生まれた。彼は穏やかで気さくなように見えた。今度こそ一番いい夫を先に手に入れるんだ。少女の声が頭の中で響いた。ティルダの声だ。私はちらりと彼女を見たが、実際に口に出してはいなかった。彼女の目はフィルに釘付けけだった。絶対にあなたを奪ってみせる。彼女の声が再び頭に響いた。その時、私は悟った。私はただ生まれ変わっただけではなく、人の心の声も聞こえるようになっていたのだ。そして彼女の考えから判断すると、ティルダもまた生まれ変わっていた。そうでなければ、そんな風に考えるはずがない。案の定、一瞬後、彼女はまっすぐにフィルのもとへ歩み寄り、恥ずかしそうに微笑みながら彼の隣に座った。こんにちは、私はティルダ。あなたのことがとても好きですと彼女は甘い声で言った。父が私の傍らで口を開いた。スカイ、ティルダがフィルを選んだのだから、君はマイクと結婚しなさい。父がそう言った瞬間、ティルダの目に得意げな光が走った。心の中で彼女は思っていた。今度は、あなたが私の代わりに殴られればいい。前世で、ティルダはマイクと結婚した。彼は有能な実業家で、いつも仕事に没頭していた。ベッドのことも冷たいと聞いていた。ティルダは何度も彼を誘惑しようとしたが、その度に傷だらけで彼の部屋から放り出された。結局、子供ができなかったため、マイクの母、サマンサ・ピアソンは彼女が病気に違いないと宣告し、ピアソン家から追い出した。一方の私は、フィルと結婚した。彼はピアソン家であまり力はなかったが、私に衣食住と安らぎを与えてくれた。買い物に連れて行き、一緒に食事をし、デートをし、私を徹底的に甘やかしてくれた。ピアソン家では誰もが私たちの仲の良さを知っていた。後に、マイクが急に毒殺され、フィルが家業を継いだ。ピアソン家における私の地位は一夜にして急上昇した。ティルダは病んだ。ある日、私が買い物に出ているとき、彼女は車で私の車に体当たりし、私を道連れに死に至らしめた。はい、お父さん。私も友とマイクのことがとても好きですからと私は微笑みながら言い、マイクの隣に座りに行った。認めざるを得ないが、彼の存在感は圧倒的だった。座った瞬間、冷気の波が周囲を取り囲み、私の言葉を詰まらせたような気がした。前世であんなにひどく殴られたティルダも無理はない。彼の考えを聞こうとしたが、何もなかった彼は一言も考えていなかった。しかし、フィルがティルダに微笑んだとき、彼の考えが聞こえた。なんて可愛い小娘だ。全身に歓喜が走った。考えずに、私はマイクの手を握った。冷たい性格なのに、彼の手は意外にも温かかった。私の突然の行動に彼は私を見下ろした。私は慌てて手を離し、彼は黙っていた。この男は恐ろしい風貌をしていたが、正直、
フィルの罠に落ちるよりは彼と一緒にいた方がましだった。今回は絶対に運命を変える。お金を稼ぎ、自立して誰にも頼らない生き方をする。ティルダと私の結婚式は同じ日に行われた。前世もそうだった。あの時、マイクは式には現れなかったが、フィルは早くから来ていた。皆、彼の方が思いやりのある夫だと言っていた。そして今回は全く同じだった。フィルはクリスピーな白のタキシードで現れ、急いでティルダを抱きしめに来た。彼らが私の前を通り過ぎるとき、ティルダは得意げな表情を私に向けた。どうしてマイクはあなたを迎えに来なかったの？私はただ微笑んだ。私のことは心配しないで。あなた自身の人生に集中しなよ。彼女の笑顔が消え、顔が曇った。笑ってろよ。殴られ始めたらまだ笑っていられるかどうか見てやる。フィルと去りながら彼女はそう考えていた。しかし、彼女がそんなことを言うにはまだ早すぎる。最後に笑うのは誰か、まだわからないのだから。マイクは式に現れなかった。前世で姉と結婚した時と全く同じように。人々は私の噂をし始め、哀れむような目を向けた。ティルダはますます嬉しそうに、フィルにしがみついて思わず愛してる、フィルと言った。それから彼を引き寄せてキスした。第2章。私はティルダが私を見て恥ずかしい思いをさせようとしているだけだと知っていた。しかし、私はバカじゃない。前世の彼女のように大騒ぎして部屋中とピアソン家の噂の種になるような真似はしない。当時、みんながティルダは落ち着きがなく、ピアソン家の長男の妻には向いていないと言っていたのを覚えている。その後、サマンサは彼女に優しく接することはなく、ティルダはピアソン家で際限なく苦しんだ。私はマイクを取り、客席に自信に満ちた笑顔を向けていった。マイクは今日重要な取引を処理しなければなりませんでした。乾杯の時間には、私が彼の代わりを務めさせていただきます。皆様、ご了承ください。私がそう言うと、部屋の中のささやきは止んだ。上座の席から、サマンサは私に称賛の眼差しを向けた。成功した富豪であるピアソン家は、体裁と世間体を最も気にする。こんな時、嫁は落ち着きを示し、家の女主人としての風格を見せなければならない。ティルダもサマンサの称賛の眼差しに気づき、彼女の目に怒りの色が走った。ムカつく。乾杯の時まで待ってろよ。必ず恥をかかせてやるから。正直、人の心の声が聞こえるのは祝福のようだった。あの秘密の能力があれば、すべてがずっと楽になる。乾杯の時間になった時、私はドレスの裾を上げ、落ち着いた足取りでステージへと歩み寄った。ティルダの目は私に釘付けけで、彼女は心の中で数えていた。1、2、3。ちょうど3歩目、私はヒールを直そうと横に一歩ずれた。するとティルダは床に転倒し、グラスを割ってシャンパンを全身に浴びてしまった。大丈夫？フィルは慌てて彼女を助けようとしたが、心の声は彼を裏切った。なんてバカなんだ。部屋中の目が一斉に彼らに注がれ、サマンサの顔は怒りで曇った。なんて不器用な子だ。ピアソン家の人間としてふさわしい振る舞いもできないのか。ごめんなさい。わざとじゃないんです。ティルダは言いよどんだ。言葉は謝罪しているようだったが、彼女の目は恨みがかった炎を宿していた。もし私なら、今回はおとなしく静かに生きることを選んだだろう。しかし、ティルダは私がうまくやっているのを見るに耐えられない。だから当然、私は彼女に好き放題させておくつもりはない。ティルダの失態のせいで、結婚式は早々に終了した。初めから終わりまで、サマンサはティルダに一度も良い顔を見せなかった。しかし私を見るとき、
彼女の目は温かな称賛に満ちていた。彼女は私の手を取りさえして言った。今夜はマイクを家に帰らせて、あなたの相手をさせて、埋め合わせをさせますからね。そして確かに、マイクはその夜、本当に家に帰ってきた。彼はネクタイを緩めながら入ってきて、完全に疲れ果てているように見えた。私は慌てて彼の服を取りに行った。今日はさぞお疲れになったでしょう。彼は私を一別しただけで、返事はしなかった。前世、使用人たちが囁いていたのは、マイクは結婚式の夜ですら家に帰らなかったということだ。キルダは一人で部屋で待ち続け、みんなの笑い者になった。彼女がサマンサに不平を言おうとしたとき、彼女は叱られるだけだった。サマンサは、男の心をつかめないのは彼女自身のせいだと言った。マイクがシャワーを浴びている間、私は部屋を整えた。ベッドに新しいシーツを敷き、彼に飲み物を注ぎ、私が寝られるようにソファを片付けた。彼が出てきて、その様子を見たとき、彼の目に一瞬驚きが走った。私は慌てて説明した。あなたはベッドにお休みください。私はソファで寝ますから。彼は私を細めた目で見た。これはわざとらしい拒絶を演じているのか？彼はローブ一枚を羽織り、胸を一部露出し、肌にはまだ水滴がついていた。彼はそう、彼の体が魅力的なのは否定できない。私はすぐに目をそらした。いいえ、わざとらしい拒絶なんかじゃありません。私たちはあまり知り合いじゃないので、同じベッドで寝るのはただお互い居心地が悪くなるだけですから。それにもし可能なら、あなたと取引をしたいんです。彼の眉が上がった。どんな取引だ？これは基本的にビジネス結婚なのだから、プライベートではそれぞれの生活をし、公の場では夫婦のように振る舞いませんか？私は安定を得てお金の心配をしなくて済むようにあなたと結婚しました。愛は期待していません。彼はそれを聞くと、口元にほのかな微笑みを浮かべた。君は賢いな。気に入ったよ。よし、同意する。実際のところ、私は男の心を操れるほどの器用さは持ち合わせていない。ピアソン家では、彼の私に対する態度は完全にサマンサの態度次第だろう。私は前世のティルダのようにみんなから標的にされ孤立するような結末を望んでいない。それは私にとって何の得にもならない。そして何より彼は以前彼女に暴力を振るっていた。私も彼を怒らせて殴られるような真似はしたくない。だから私の選択はシンプルな平和を保ち、共存し、自分の目標に集中する。今回は、ただお金を稼ぎ、自分の会社を作り、完全に自力で成功したいだけなのだ。